こんにちは、パンダマンです。今まで見た中で一番大きいカップってどのくらいですか？ T、K、それとももっと上？じゃあ、Uカップは？はい、間違いじゃない、Uカップです。このドール、Uカップです。姫キングのドールです。この新しいメーカーは私も今回初めて扱います。今のところボディはこの一つしかないんですが、第一印象がかなり強い。特にこのものすごく大きな胸。まず基本スペックを見てみましょう。姫キングは今のところヘッドが花姫と雪姫2つあります。これは花姫です。身長172センチ、体重49キロです。この体重でも軽量化してあるんです。というのも胸がとにかく重すぎるんです。片方の胸を持ち上げるだけでもずっしりきます。このドールは正直ある程度の体力がないと厳しいと思います。3サイズは117、75、110、肩幅40センチです。本当に豊満なボディです。このチャンネルではいろいろなラブドールをレビューしています。ドールに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今回のドールが気に入ったら高評価で応援していただけると嬉しいです。まず顔から見ていきます。この角度から見ると楓彼にちょっと似てる気がしますね。花姫のメイクは本物の人のような質感です。ものすごくリアル。眉毛とまつ毛は植毛タイプで、ピンクのアイシャドウにグレーがかった黒のアイラインです。化粧感は強くなくて柔らかく女性的な雰囲気です。ヘッドはソフトシリコン製でウィッグがついています。このウィッグ、作りはなかなか良いです。頭皮の再現までしてあって、安いウィッグとは全然違います。口は開閉式で、歯は一般的なドールより小さめです。全体的にメイクは自然で違和感がありません。次はボディです。まず肌から見ていきます。毛穴、部位ごとのテクスチャーがみんな違います。鎖骨、胸、お腹、太もも、膝周り、そういった細かい表現があって、つるっとしただけのシリコンではありません。ベタつきはそれほどなく、普通ぐらいです。手の作りも良いです。関節、血管テクスチャー、それから細かいシワや色の濃淡まで、かなり本物の手に近いです。それから胸です。ミューリンと乳首、これは今まで見たドールの中で一番大きいです。この胸の全体の感触については後でじっくり紹介します。あと、ボディ全体のメイクは単色で塗っただけではありません。肌色のグラデーション、血色、関節周りの色の濃淡は何層にもスプレーで重ねてあるので、透明感のある仕上がりになっています。とにかく、つるっとしたシリコンボディではなく、肌や体の造形のディテールがとても多い。それからボディラインです。このドールは筋肉のラインがかなりはっきりしています。腕には三角筋まで見えます。お腹は少しぽっこりしてふっくらしているんですが、へそ周りには腹筋の縦ラインも作られています。太ももの内側から見ると、座った時にできる脂肪のつき方まではっきりわかります。この辺り、寛骨っていうか骨盤っていうか、そういう骨の造形もしっかりしています。次は柔らかさです。このUカップは間違いなく今日のメインです。バスト117センチ、Uカップ。正直、Uカップなんて今まで聞いたこともないし、実際に見るのも触るのも初めてです。この胸を見て頭に浮かぶ言葉はもう流儀しかないですね。このサイズは置いてあるだけで存在感がすごい。決して完璧ではありませんが、とにかく驚くほど大きいです。片手では全く握りきれません。両手でも完全には包み込めません。胸は2層構造で外側がシリコン、内側が柔らかいジェルです。とても重くて体感では片方5キロ以上はあると思います。両方合わせると10キロ超えもっとあるかもしれません。この重量感があるとリアリティがすごく高いです。このドールの胸は外側のシリコンが1センチもなくて、触った感じは水をいっぱいに入れた風船を触っているようです。手で持ち上げてみると中のジェルが動いているのがわかります。押すとゆっくり戻ってくるし、軽く叩くと揺れます。このサイズのジェル胸は自然な状態での垂れがすごくはっきりしています。この横から見たライン、自然にしたえたこのカーブは本当に本物に近いです。ただ、それだけ大きくて重いので、
服を着せたりポーズを取ったりするときは重心のコントロールが難しいです。そこは覚悟しておいてください。例えば前かがみになると胸が前に落ちるので、手で支えてあげる必要があります。正直この胸の自重が重すぎるのがちょっと心配です。重力で胸のシリコンが引っ張られて傷んでしまうんじゃないかと思います。心配ならメーカーがもっと厚くて耐久性の高い胸用シリコンを用意しています。この通るのは一番薄いタイプで1センチ未満、一番厚いものだと2センチです。お腹は自然な柔らかさが少しあります。太ももは全く別の手触りです。中に軽量化の構造が入っているので、触り心地は軽くてふわっとしています。シリコンの下にスポンジのような層があるのがわかります。でも表面の弾力はちゃんと残っています。お尻もジェルが入っていて、胸と同じくふっくら柔らかめです。つまり、このドールでは3種類の全く違う手触りが楽しめます。胸はプルプルした水袋のような感触。太ももは軽くてふわっとしたスポンジのような感触。お尻は厚みのあるジェルの感触。正直、ここまで重いと可動域ってほとんど意味ないですよ。動かせたところで実際には動かすのが大変ですから。でも一応見てみましょう。メーカーによると骨格はオールステンレスです。関節は人間の動きに合わせて設計されています。実際に動かしてみると関節の硬さはちょうどよく調整されています。ガバガバでもないし、引っかかる感じもなく、ポーズはそれほど苦労せずに取れます。足首はやや硬めですが、49キロを支えるには硬いほど安心です。一つ残念なのが足の指には骨格が入っていません。でも足そのものはすごく細かく作られていて、血管まで立体的に浮き出ています。最後にあそこを見ていきます。姫キングの膣とアナルの内部のテクスチャがそれぞれ16種類あって好みで選べます。膣の外側はふっくら作られていて、この体型にとても合っています。首や陰唇の周りもちゃんと造形されています。中は柔らかく、はっきりした凹凸のテクスチャがあります。アナル側も作りは似ていますが、テクスチャはやや滑らかです。でも、合わせ目が少し目立ちますね。最後に価格です。定価は51万7000円です。ローズマリードールでの現在の購入価格は43万9000円です。少し高いですが、多分胸の素材がそれだけ多く使われているからでしょう。今のところ姫キングは選択肢がまだ少ないです。フルサイズのボディはこの1種類だけ、ヘッドも2種類だけです。買う価値があるかどうかは、この大きい胸が好きかどうか次第。それでは今回のレビューはここまでです。花姫についてどう思いますか？ぜひコメント欄で聞かせてください。この動画が参考になった方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。